する TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、金曜日はねいつも辛いラーメンの日ということでやってるんですが、今週は担々麺をすすりたいなと思ってこちらのお店に来てみました。ドン！横浜市営地下鉄ブルーライン愚明寺駅から徒歩1分のところにあります前丹さんにお邪魔してます。ちなみになんですけどね、愚明寺駅はこの横浜市営地下鉄と京急線でね結構場所離れてるので注意してください。僕も何度かね間違えたことあるんですけど、この2つをね間違えて待ち合わせの時刻ギリギリとかに行っちゃうとめちゃくちゃ大変なことになるんで気をつけてください。本当に同じ愚明寺駅のはずなんですけどね、全然もうほんと場所違うんですよ本当に。なので、ね、気をつけていただきたいというちょっと注意を挟みつつ、今回のね前丹さんはちょっととあるねラーメン屋さんから紹介していただいた愚明寺のお店なんですが、地域密着型町中華のようにメニューも豊富で、チャーハンとかね餃子も美味しいらしいんですが、もちろんね特製の担々麺も美味しいお店ということで、やっぱたまにねこう無償に担々麺すすりたくなる時あるんでね、早速向かっていきましょう。さあということで愚明寺駅付近来まして、結構駅から近いんでねすぐ着いちゃいそうなんですが、今回の前丹さんちょっとどれをすすろうか、メニューも結構悩んでるんでね、ノーマルの担々麺でいこうか、ちょっと汁なしでいこうかっていうちょっと悩みもあるんですが、そんなことを話していたら、前丹さん到着しましたということで、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。さあ前丹さん注文するです。数あるメニューの中から今回は特製担々麺の A セット、さらに餃子もお願いしました。辛さを選べるので中辛をチョイスし、大きな中華鍋を振るう店主さんを眺めつつ、周りのお客さんを見てみると老若男女様々。昼から餃子をあてにビールを飲む常連のような方から家族連れなど、地域の方からの愛され具合が伝わってきます。先に餃子が到着したので我慢できずに酢醤油を作成し食らってみましょう。いい感じに焼き目のついた模範的な見た目で、肉と野菜のバランスがよく皮ももちもちなんてことをやっていると、あいつも来ましたよ。こちらが前丹さんの特製担々麺 A セットです。おい、辛さは中辛での注文でしたが、結構スープの色が赤く、なかなか辛そうな見た目をしている。青菜に白ネギや糸唐辛子などシンプルながら本格的なトッピングものり、チャーハンも結構ボリューミーだぞってことでいただきます。ではまずすでに辛そうな匂いも漂うスープから。うめい。飲み口はあっさりとした清湯鶏ガラスープになっていて、担々麺には欠かせない甜麺醤の風味もバチコリ効いている本格中華な味わい。コクがありつつキレの良い美味しさで、町中華のようなポップな外観からは想像できないホテルの中華料理のような完成度。中辛ながらエッジの立った後から追いかけてくる辛さもあり、旨味との一体感もこれぞシーズンインザサン。さてお次は麺とご対面を果たし1位のすする。どうも担々スープとの絡みも良いつるっとすすれる中細ストレート麺で、ラーメンらしさをしっかりと体験させてくれるもの。つるもち食感も心地がよく、求めるものは次の一口。辛いものが苦手な人は厳しいかもしれませんが、好きな人はすぐにハマって虜になりそう。湘南で見た吉津の君もきっと最後は汗を流しながら夢中ですすっていることでしょう。さあスープの底にはたっぷりとひき肉が入っていて、ジューシーな肉の旨味をプラスしてくれるナイスなトッピング。さらにスープを吸った青菜もシャキシャキ食感ですする好み。やっぱり野菜って大事だよねってな感じで、そろそろ汗もじんわりとにじみ出し、代謝も上がってバーニングパワー。それではそろそろチャーシューチャーハンを食らってみましょう。のひん刻みのチャーシュー満載で、他にはネギや卵といったシンプルな構成ですが、このオーソドックスでシンプルな味付けがとてもよく、腹パンになることも顧みずにどんどん食らっていく。担々スープと一緒に食べることによって旨味も倍増し、金のリンゴを食べるよりパワーアップできる。これでエンダードラゴンもウィザーもウォーデンさえも怖くありません。さあここで終盤ではありますが、四川山椒を入れて味変してみましょう。
ナイスなしびれが良き刺激となり、餃子やチャーシューチャーハンなど腹パン確実なセットの中、まだまだ勢いをつけてくれる。スープの底に残ったひき肉やチャーシューチャーハンももりもり食らって、昼からこんなに食べたら午後はもう寝るだけ。そんな夢みたいな夢を夢見ながら、結構お腹いっぱいの状態でもうまいと感じられる餃子は本物だぞと悟ったら、ラストまで鬼神のごとく食べ進めて、本日も完食です。大変美味しくすすれました。ポップな外観だからといって侮ることなかれ。本格的な担々麺の味わいにきっと惚れてしまいます。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで前丹さん行ってきたんですけども、いやうまかったっすね。担々麺のねスープがめっちゃ好きな味でした僕。はい、いや結構ね担々麺のスープって、流派というかね、なんかいろいろ種類があるなってすごく思うんですよ。いろいろ食べてるとごまがすごく濃厚であったりとか、なんかチーマージャンがね立ってるような、ちょっとこうあっさりしたスープなんですけど、しっかりコクも感じられるようなとか、今回の前丹さんのスープね結構僕の好みにドンピシャな感じで、なんか聞くところによってね、店さん中華街とかホテルとかね結構本格的な中華料理で修行された方らしく、なんかお店の外観とかね結構ポップな感じだったんですけど、もう出てきた担々麺はねもう完全に本場の味でしたね。はい、なんか担々麺でねこんだけキレとかコクとかを感じたのは僕初めてかもしんないなっていうぐらい、すごくね奥深い味わいがあって、で今回ね中辛にしたんですけど結構ちゃんと辛かったですね。はい、辛いの苦手って方は中辛はねあんまりおすすめしないです。結構しっかり辛くて、もちろんねその辛さがアクセントになっててすごく美味しかったんですけど、結構しっかり辛いんでねお気をつけくださいって感じでしたね。まずチャーハンとかね餃子といった、町中華っぽいメニューも結構たっぷりあって、厨房内でね常にこうお玉でこう中華鍋を振る店員さんの姿が確認できまして、値段もねやっぱ結構安めですごくこう地域の方に愛されているような雰囲気も漂ってきてたんで、いやこういうお店はねぜひぜひ長生きしていただきたいなって強く思いますね。もうお客さんもね老若男女もう誰からも愛されるような雰囲気あったんで、また今度来た時はねちょっとノーマルのラーメンかちょっと汁なし担々麺とかもそうでしたね。はたまた麻婆豆腐とかもねめっちゃ美味しそうだったんで、ちょっとね町中華系のお店はメニューが多すぎて選べないですね。ほんとねどれも美味しそうでね、いやうまかったです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、前丹さん町の中華料理人や、いや担々麺本格味でめっちゃうまかったです。どうものびーです。そして今回は特別ゲスト、ズルリンチョ、どうもすするです。誰誰そんなやった？おめへんの時はこういうキャラだよ。おお素晴らしいですね。まあすするなんですけど、あ、すするなんですね。特になんか変わったことはない。別にないです。はい、ということで今回は特別にするさんに来ていただきました。いやありがとうございまます。ありがとうごいやざいます。どうもお疲れ様です。で今回は前丹さん、前丹ですね。はい、うん担々麺。いや正直やっぱ外観をしてたんで、そんなにこう期待はしなかった。本当に申し訳ない、こんなこと言うとポップすぎるだろっていう。まあね、ポップ体で書かれた看板して怪しいから、今までの経験とかもあるから。そういやでも本格派な担々麺で、その看板とのギャップがすごく良かったな。個人的には美味しかったです。すごく。なるほど、うんはい、ということで米編、あ、お願いします。はい、でこれ皆様からのコメントにするという返事をするのびーと、そしてこれ今日はするが返信していくコーナーですもういつもの流れでやってますからはい、皆様いつもコメントありがとうございます。どうも。はい、まずはこちら、はい、ずるずるチャンネル登録して3年目、かなり体重が増えましたということで、まあ順調ですね。まあ順調ですね。3年目ぐらいまでは増えるからねそうだね5年ぐらい経ってくると痩せ始めますねそれすするがそうやろ。そう、僕がそうだったんですするになって3年ぐらいして太って、そう、めちゃくちゃ太ったけど、そこからねやっぱ体調気にして痩せたりするんでね。あまあ今のところはとりあえず順調に増やしておいていいと思いますけどね。なるほどね、バルクアップみたいな感じで、あ、そう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 、はいデブエット的な感じではい、どんどんラーメン食べてください。はい。そしてこちら、ミッドナイトで日高屋おすすめランキングみたいなのやってくれ。おおお、ー、カンジャン系じゃん。そうですね。この間タンメンの時に、はいはい日高屋のタンメンよく食べてたと言ってたんで、めちゃくちゃ食べてたから、野菜たっぷりタンメンはもう本当に何回大盛り無料券を駆使していや、これ絶対くれるやつね。富士急のチケットで絶対ついてくるからそうそうそう何なんだよマジで。俺油そばも好きなんだけどね、日高あ、屋。日高屋の油そば意外とあれで油そば知ったからね。確かにむしろちょっと酸味のある感じのね、油そばうまいですから。日高屋でいろいろ教えてもらいまし日高屋な、確かに結構メニュー、いや結構食べたことあるんだよね、日高屋のメニューたね。うまいですからね。やりたい。でやっぱり帰れま10みたいなのもやってみたい。あー、日高屋でやるのめちゃくちゃありだな、ここに来て。しんどそうだけどいや、まあ結構メニューあるからね、うんめっちゃ大変そうだけどちょっとやってみたいです。まあちょっといろいろ企画してみましょう。ええはい、そしてこちら、心のカロリー足りてますか？コロスケ相川の方ではなく閉店した小森区別館別館アット淵野辺の方の出身だったような気がしますいきなりいつも心のカロリー足りてますかの人だったじゃん。そうだけをずっと書き連ねる人やったのにいきなりなんかマジレスというか、小森区ファンなのかな小森区ファンの方だったもしかしたらそうかも。でもそうなんだ。
小森区って別館があったんだ。そう俺も相川の方しか知らんかったけど、ね進んだの時にね。あ、そう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 、行ったトヨタの懐かしのお仕事でいただきましたけど。なるほど、そっちの方かももしかしたら知らないですそうなんだ、閉店しててそれ知らなかったですちょっと僕の勉強不足でしたね、これは。はい、いつもありがとうございます。いやいや、本当にこちらこそ。Ba-da-ba. Ba-da-ba-do-do.